いぎなしです。不親切さにイラついてたのに気づいたら好きになっていた。アサシンクリードブラックフラッグリシンクルの感想を共有します。まずは本作の概要。本作は海賊黄金時代のカリブ海をパリ主体の戦闘と進化した海戦で描くオープンワールドアクションアドベンチャーです。名前からだと分かりにくいんですが、13年前に発売されたアサクリ4のリメイクです。2026年7月9日発売。発売元は UBI ソフト。ファークライシリーズとか作ってるところで、最近はスタジオ閉鎖や大量解雇で騒がせてるとこです。私はアサクリシリーズどころか UBI どころか洋言全般あんまプレイ経験がなくて、でも食わず嫌い良くないなって思っていたところ、名鳥というゲームの作中のこの動きがアサクリオマージュだと聞き、もともと15年以上前から名前だけは知っていたアサクリを勉強する意図でプレイしました。あらすじとしては、舞台は18世紀初頭海賊黄金時代のカリブ海。主人公は元試略船員のエドワード・ケンウェイで、富を求めて海へ出た末にアサシンとテンプル騎士団の抗争に巻き込まれて、一流のアサシンへと成長していく黒ひげら実在の海賊たちと交わりながら大海原をかけるというものです。ちなみに試略船員とは国家から敵国の船を攻撃略奪しても良いという許可を経て活動する民間の航海者や船乗りのことです。要は合法海賊団。あらすじはそんな感じで、システムとしては大きく2つのパートに分かれていて、1つは隠密行動パート。要人を暗殺するために単身で港町やら砦やらに潜入して兵士たちをかいくぐりながら、あるいは個別に対処しながらどこかにいる要人を暗殺するという流れです。ただ別に隠密行動がマストってわけではなくて、バレたらバレたで普通のアクション RPG の要領で派手にドンパチして殺害しても OK です。ただし後でもう少し詳細説明しますが、ドンパチの難易度は高めなので、できるだけバレずに行動するのがセオリーです。アサシンクリードだからね。私もやってから気づいたんだけど。もう一つのパートは海戦パートです。愛船ジャック同号に乗ってカリブ海を運航する敵船を砲撃して、まず航行不能状態にします。で、そしたらそのまま攻撃し続けて船を沈めるもよし、自分の船を近くに止めて乗り込んで制圧してお宝を奪うなり船ごと奪ってもよしって感じです。奪った宝でさらに自分の船を強化することで、序盤は素通りするしかなかった強そうなお宝満載の敵船へ喧嘩売りに行けるようになるので、目指せ海賊王というか目指せお金持ちって感じ。対応ハードは PS5、Xbox、Windows、Steam。価格は8360円です。私は PS5 版で難易度イージーでメインクエストだけ突っ走ってクリア。クリア時間は17時間でした。ゲームレビューサイトメタクリティックのメタスコアは PC 版で84点。概要は以上です。続いて良かった点3点とサムネの話にもつながる弱点をご紹介します。まずは良かった点。1点目。特定地点まで自分の体で障害物とかを乗り越えて進んでいく運動方法、いわゆるパルクールが面白い。これは見てもらった方が早いので流します。街なり森なり砦なり、ご覧の通りごちゃごちゃしてるんですけど、登るときはちゃんと出っ張り部分を掴んで登るし、渡るときもきちんと、あそこは足場にできそうだよねってところを渡るし、飛び移るときもこの飛距離だったらエドワードだったら届いてほしいわって距離だったらちゃんとギリギリ飛べる。で、逆もしかりで登れそうにないところは登れない。目の前にある地形からパッとこういう動きができてほしいなって想像した動きをちゃんとエドワードが取ってくれるんですよね。しかも超簡単な操作で、映像だけ見てると複雑そうですけど、実際に私がやってるのを移動方向にスティック傾けながらバツボタンを押してるだけですからね。右上になんか掴めそうな窓の出っ張りがあるからなんとかなれみたいなノリで右上に傾けてバツボタンを押すと、エドワードが私の意を組んでいい感じの動きを取ってくれる。しかも一連の動きが高速だから、例えば逃走する誰かを追っかけるクエストの時に風景が目に飛び込む、あの出っ張りの上渡れそうなんとかなれ下、目に飛び込む飛び移れそうなんとかなれ下、これを高速で繰り返して移動するのが気持ちいいです。で、この移動のリアリティが隠密行動ものとも相性が良くて、例えば家に潜入するミッションとかの時に外観の構造にちゃんと注目する気になれるんですよ。例えばあの2階のベランダってそんなに屋根が張り出してないから、屋根から垂直に飛び降りつつ手すりに捕まれば侵入できるんじゃね。で、屋根に登るためにはここに窓ついてるから窓に手かけて登れそうってイメージしてなんとかなりすると、エドワードがそのイメージ通り動いてくれます。で、砦に潜入したい時も砦から地面のちょっと高台になってるところにロープが張られてて、でしかもその高台までにさりげなく俺を使って駆け上がってくれと言わんばかりの木の板なり荷物が置いてあるとニヤッとするっていうか、そういうロープがあってもその上に乗れなかったり、下手するとコリジョン判定すらないゲームとかもありますけど、一個一個のものにちゃんとインタラクションができるゲームだからこそ味わえる隠密行動のリアリティがありました。スタミナゲージがあればどこでも壁登りできちゃう昨今のゲームでは味わえない体験だと思います。良かった点1点目は以上です。2点目、船対船おもろ。もうね、沈めたくなるんですよね、船見ると。今紹介したパルクールとか後々紹介する肉弾戦はスピーディーがあるんですけど、一方でこの海戦パートは重厚長大っていうか愚鈍で、船全然小回り効かないし、弾撃つにしてもホーミングなんて便利技術この時代にはなくて、撃ってから着弾までの飛空時間も長いからそれを考慮して撃たなきゃいけないし、いわゆるリキャスト時間も7秒ぐらいあるしで、どれもこれも重苦しいんですけど、でもそれがそのまま船対船で戦ってる重みになっていて新鮮なんですよね。私船の両サイドから撃てる側面砲だけガン強化してたんで、前とか後ろに
に位置取られるとやばいんですけど、前方からすれ違った敵戦に側面砲を当てたけど倒しきれずに真後ろまで行かれちゃって、やばいっつって急旋回しようとするけど間に合わないとか、自分も敵もあと一発当たると死ぬぐらいの HP になった時に、早く力戻れっつって R2 ボタン連打するとか、部下に早く弾詰めろって焦って指示してる船長こういう気持ちなんだろうなっていう。で、もっと情けないところで言うと、双眼鏡を使うと、敵性の強さとか搭載してるお宝が事前に確認できるんですけど、双眼鏡で目凝らしてたら目の前に島が迫ってることを見落として激突して死んだとか、そもそも前時代の海戦っていうテーマが珍しい部類だと思うんですけど、別に自分が経験したことないのになんかこういう感じなんだろうなって説得力のある体験ができて、まさにゲームの醍醐味だよなって思いました。ただの海戦にしても5000ミッションだったり、で、かと思えば味方の船に火つけて敵の船団に突っ込ませたりと、意外とミッションが幅広なのも好きポイントです。で、この海戦もまた隠密行動といい感じにシナジーしていて、ストーリーの最終盤で激強船2隻の間を縫って停泊しなきゃいけないっていうクエストがあって、で、難易度イージーにしてたから、ゴリ押しでいけるやろうと思ったら秒で沈められて、ついにレベリングしなきゃダメかって思ってたら、これネタバレになっちゃうんですけど、実は少し遠いところで一度船を止めて、主人公が単身で海を泳いで敵の船に乗り込んで、で、暗殺なりドンパチなりして敵の乗組員を全滅させると、船を沈ませるっていう選択肢が出てくるので、そうすると開戦せずに済むっていう、これ気づいた時めっちゃ楽しかったです。あとシンプルに悪いことするの楽しいっていう、一部の敵対地域を除いてこっちから攻撃しない限り他の船は攻撃してこないんですけど、その中こっちから全力で追突して今から略奪しますってのを体で示して、で、さらに船に乗り移って乗組員を好き放題刺し殺すっていう、こっちが善人ってわけじゃないんですけど、作中敵対的に描かれてるスペインとイギリスも相当ろくでもない連中なので、罪悪感なく蛮行に走れるのもポイントです。私普段のプレイスタイル的にメインクエ一直線で道中のレベリングとか探索とかそういうの一切やらないんですけど、本当に珍しく目的地までの道中にプカプカ浮いてる弱っちい船が一隻とかあると、とりあえず沈めとくかっつって意味もなく攻撃していたぐらい楽しかったです。良かった点2点目は以上です。3つ目、ストーリーが面白かった。尻上がり的に。最初は登場人物に対してあんまハマれなかったんですね。唯一主人公のエドワード・ケンウェイだけは富というか自由に渇望していて、で、そっちに目がくらむばかり、今のままでええやんって思ってる妻に逃げられて、でも俺は、みたいな感じで酒を飲みつつ海賊業やってる。ろくでもないけど憎めんやつだなぐらいに思ってたんですが、一方で他の海賊仲間はどういうキャラなのかよくわかんなかったし、で、そういう海賊がアサシン教団とテンプル騎士団っていう団体の闘争に嫌でも巻き込まれるっていうあらすじなんですけど、そんなに巻き込まれてる感もなくて、こいつらが今どういう位置で、これから何を達成することに期待して感情移入すればいいんだろう。前作までの知識とかがないとハマれないのかなって序盤は思っていました。ただ、詳しくは伏せるんですが、中盤ぐらいから海賊仲間たちが各々の心情なり欲望に基づいて好き勝手行動し始めて、で、それが大体悪い方向に作用して、あらすじ通り巻き込まれていくっていう流れになってから楽しくなってきました。あと私にとって単純に神聖なんですよね。海賊とかアサシンっていう属性が。略奪とか暗殺を厭わない連中なんですけど、でも少なくともエドワードは富と自由が欲しいだけで、好んで人殺しをしたいわけではない。でも別に仲間はみんなそういうわけではない。忠義とか連帯感とかもありそうでない。エドワードだって殺すときは容赦なく殺す。今の価値基準に照らすとやってることは悪いことなんだけど、でも他の勢力がいいやつかっていうと、奴隷商人なりはした金で民を働かせる貴族なりで全然いいやつじゃない。作中のアサシン教団の心情として、真実はなく許されぬことなどないっていう言葉があるんですが、まさに終始そういう感じ。この空気感が新鮮でした。ちなみにどうもリメイク元の朝栗4だとエドワードはよりハードボイルドに描かれていて、エドワードの回想シーンとかも少なかったところ、今回のリシンクロで回想シーンも足されて、弱さも持つ等身大のヒーローに描かれ直されたらしい。朝栗4では声優が津田さんだったらしく、今回の声優変更への批判もあるようですが、私は英語版でやったので所感はありません。でもほんと後半は普段見ないタイプの映画を見てる感じで楽しめました。ちなみに MVP はどう考えてもアドウェールさんです。この人がいなかったら終わってたやんけ。以上3点、リアリティとスピード感あるパルクール、重厚長大で興奮と背徳感を味わえる回戦、全員がろくでもないモラルグレーな巻き込まれ群像劇、これらが良かった点です。で、次が弱点パート。ここまで聞くと褒めっぱなしでサムネやタイトルの雰囲気と乖離がありますが、その回収になっていて、このゲームマジで不親切です。正確には不親切&もっさりっていうか、まずもっさりの方がわかりやすいので例を挙げると、アイテムを売却した時の挙動、ボタン長押しグイーンガシャー、アイテムを売却。
遅えよ。人一人死んだみたいな仰々しさでアイテムを売却って出すな。回線パートとかビューポイントのシンクロ中とかゆっくり重めに見せた方がいいシーンもあるとは思いつつ、メニュー画面に入るまでの時間が長かったり、イーグルビジョンとか高速公開するのに R3 とか X ボタンを長押しとまでは言わないんだけど、少なくともちょん押しだと反応しない、絶妙にうざい時間を押さないと反応しないとこだったり、もうちょいキビキビ動いてって感じるシーンがありました。で、不親切っていう方なんですけど、例えばさっき言った通り、船乗ってる時に×ボタンを押すと高速公開モードになるんですけど、たまに×ボタンを押しても何も起きない時があるんですね。で、生地、普段からちょん押しだと反応しないのもあって、押し損ねたかと思って何度も試すんだけど反応なくて、で、よくよく聞くとすっげえ小さい声で、デュンっていう、いかにも失敗しましたみたいなシステム的な効果音が流れてることに気づいて、あ、これ今は高速公開できないシーンなのかって察するみたいな感じ。っていうかそもそも航行中、その船乗りの歌っていう航行中に海賊たちが歌う歌を選ぶための機能があるんですけど、歌う歌の選択画面に移るには下ボタンを押してねっていうあくまでフレーバーに過ぎない行為をさせるためのガイドは常に画面に表示されてるのに、一方で高速公開は×ボタンっていうゴリゴリ実益のある機能のガイドはなんで常時表示されてないんだとか、あとクエストクリアした時に次のクエストの出現位置がパッと見わからなくて、いろいろメニュー画面とか探ったら地図上ここから次のメインクエをたどれることを知った。そんなことチュートリでやってなくねとか、画面上部に何が何メートル先にあるかって表示されて、で、その中で目的地は緑色のアイコンで表示されるんですけど、まあこれ自体はゲームでよくある UI だと思うんですが、目的地付近に入ると急に緑色のアイコンが消えるんですね。で、あれ目的地に近づいてたはずなんだがと思って混乱してると、実はそれは仕様で、目的地付近に近づくと緑色のアイコンが消えて、で、その代わりにこの探索っていう表示が現れるので、この辺りを探索して自力で目的地を見つけ出してくださいっていう意味だったっていうことにプレイ中気づくとか伝わりますかね。なんか不親切なんですよね。まあ、この不親切さには2種類あると思っていて、私自身が日本のゲームとか中国のライブサービス型ゲームとか、ほんの少しのストレスも与えないように UI 気使ったゲームばっか普段やってるから、もうちょっとのことでももう不親切って発狂しちゃう。私の潔癖さに起因する不親切っぽさ、洋芸では別に普通ってやつと、マジでただこのゲームが不親切なだけってやつ。まあ、どの話がどっちなのかは私自身では判断できないんですけど、ただ少なくとも私は全体的にだいぶ不親切だなって感じました。あと、ここまで肉弾で交戦した時のシステム一切紹介してこなかったんですけど、これもこの話が絡んでて、まずシステムだけ軽く話すと、戦闘自体はよくあるアクション RPG なんですが、一個珍しいのが敵がめっちゃ強いんですね。こっち側の操作として敵の攻撃にタイミングよく L1 を押すとパリできるとか、敵側にスティック倒して丸ボタンを押すと敵を乗り越える形で背後取れるとか、まあよくある操作を教わるんですけど、これらを普通に敵もやってくるんですね。で、しかも敵も徐々に学習していっちゃって、思考停止で攻撃ボタンだけ連打してると敵がどんどんパリーしだして、全然攻撃が通らなくなるから、R2 プラス×ボタンを押して体勢崩したり、R2 プラス三角ボタンを押してクイック射撃したり、あと近くでこっちめがけて銃撃してきそうなやつがいたら、三角ボタンを押すことで手近な敵を縦代わりにできるので、それを使って代わりに殺してもらうとか、ちゃんと工夫しないと倒すのにすごい時間がかかります。で、確かにこれらは一回チュートリアルで学ぶんですけど、チュートリアルっつってもマジで画面にポッと説明文が出てきてもう終わり。アジアのゲームとかだと丁寧じゃないですか。電脳空間みたいなとこ連れてかれて、おい、敵がパリしだしてきたぞ。こうなったらやり方を変えるしかねえな。まずは敵の体勢を崩してみようぜ。R2 プラス X ボタン押せみたいな。もう一切ないそういうの。だから最初に多くの操作を雑に叩き込まれて、で、あとは実践で慣れろって投げ出されるので、ここも無菌室育ちの私の基準ではすげえ不親切だなって感じました。なんですけど、慣れるとめっちゃおもろい。ナイフを振り回してるだけだと敵一人殺すのも時間かかるんですが、ジャスガを決めてノックダウンさせるとか、さっき言った人間の盾とか、そもそもバレる前に暗殺するとか、いろんな引き出しの一撃死行動をスムーズに出し入れできるようになると、エドワードの殺害モーションも多彩なのもあってすごい面白くなってきます。なので、18世紀カリブ海海賊っていう慣れない舞台なだけあって、最初のうちはよくわからん。UI とか戦争の操作も不親切だったりもっさりしていて、私みたいな洋ゲーに慣れてないヌルゲーマーにとってはきつい。私も最初7時間はしんどかった。でも、こなれてくるとちゃんとこのゲームからしか摂取できない栄養が取れて面白いから、ぜひ粘ってプレイしてみてほしいということです。あと難易度全然イージーでいいです。イージーでもむずい。難易度下げると敵の感知が少し緩くなったり、火ダメが減るんですけど、敵が学習してパリし出すのは変わらないし、やらなきゃいけない精度の許容量が変わるだけで、やらなきゃいけないこと自体は全然変わらないので、逆に言うとイージーでも楽しめます。恐れずイージーを選択してください。以上です。不親切な面があるのは確かですが、10年以上ファンが続くシリーズだけあって、このゲームをやる理由がたくさん見出せる終作でした。カリブ海、パルクール、大
隠密コード回線、このあたりの舞台やシステムにそそられた人はぜひプレイしてみてください。私個人の話ですが、正直途中まで合わなくて投げるか迷って、でもそもそも普段あんまやんないゲームをやるっていう一環でこのゲーム手出してんだから、投げたら意味ないと思って難易度下げてまでやりきったんですが、やりきってよかった。良くも悪くも最近ローストレスのゲームが続いたので、たまにこういう重いゲームをやってストレスへの耐性をつけ直して、ゲームのストライクゾーンを広く維持していきたいなと思いました。好きなシーン、キャラ、前のシリーズと比べてどうだとかっていう感想などなど、ぜひお聞かせください。今後も皆さんが面白ゲームに出会えるよう新作ゲーム片っ端からプレイして、どんな人に合うだ合わないだ共有していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒、おついえなし。